はいどうも、ダウギターチャンネルの山本です。今日はモードベースのスライドとレガートスライドの違いについてご質問をいただきましたので、それに関する動画を撮っていきたいと思います。では、行ってみましょう。はい。ではですね、実際にベースを弾いて、それをシミュレートする形で打ち込みで、再現してみたいと思います。そこでレガートスライドとスライドの違いを説明していきたいと思いますので、まずは実際のフレーズを弾いてみたいと思います。ではまずですね、曲の頭で聞かれるブーンっていうベースですね。これをシミュレートしてみたいと思いますので、実際のベースでまずは撮ってみたいと思います。はい。では次に装飾音的なスライドのフレーズをやってみたいと思います。では行きます。はい。では次は音符としての長さがしっかりあるスライドを取っていきたいと思います。はい。では、まずですね、曲の頭なんかで聞かれるグリスアップとグリスダウンを使ったフィルインのフレーズですね。こちらをシミュレートしていきたいと思います。はい。では、まず、ピッチホイールを使ったスライドの入れ方なんですけれども、こちらですね、スライド、ピッチホイール。こちらですね、ピッチホイール以外にも変えることは可能です。で、こちらの場合は、スライドレンジ。こちらの値ですね。これが影響してきます。で、今12で設定してますので、メモリ1が半音になりますので、12だとちょうど1オクターブ上がる形になります。で、この部分で設定したものをこちらのピッチベンドですね。これで入れてあげるということで、ピッチベンド幅が設定されて、この場合ですと、4弦3フレットの G の音。これが1オクターブ上がっていって下がるようにしています。で、ピッチベンドの場合は、こちらのカーブの傾き加減で上がるスピードだったりとか下がるスピード、あと音程幅ですね、を設定することができます。で、ピッチベンド値についてなんですが、今みたいに12で1オクターブですね。これで設定した場合、ここの数字というのが通常の DAW では、上が8191で、下が8192に、数値が分かれるんですね。で、それを、12の場合、12分割して必要な音程幅だけの数字を入れるということになるので、結構計算がめんどくさいんですよね。ですが、例えばキューベースの11からですと、ここピッチベンドがこの線がですね、今12で設定してます。で、セミトーングリッドを表示ということで、半音階ずつですね、12分割された状態でここに、設定が表示されます。で、しかも、これをスナップボタンを使ってですね、決められた値に、固定することができます。ですので、キューベースの11に限って言えば、このピッチベンド値入れるのはあまりめんどくさくはないんですね。で、他の DAW に関しては、この辺がどうなってるかっていうのは僕もちょっと詳細がわからないんですけれども、この辺に関しては、キューベースに関しては割と音程幅を入れやすくなってます。で、今回みたいな、グリスの場合ですね、速いグリスの場合はもうこの斜めでグッと入れてあげれば済みますので、これで入れてあげることで、グリスアップ、グリスダウンがシミュレートすることができます。
で、この場合ですね、音程に関しては1個でいいわけですね。G の音、その元になる低い方の G の音を入れるだけで平気です。で、一応こちらの方で、4弦を使うということで、E0 のキースイッチですね。こちらを入れてあります。では、データの方聞いてみてください。はい、いかがでしたか？今回実際のベースのフレーズの方は、百瀬のスタンダードジャズベースを使って撮りました。そちらがローズ指板のモデルだったので、こちらモドベースの方もローズ指板のセブンティーズのジャズベースを使っています。で、ピックアップの方はこちらモダンタイプに変えてあります。もともとはセブンティーズのジャズベース用なんですが、こちらをモダンに変えてあります。フロントも、リアもどちらもモダンに変えてあります。そして弾く位置ですね。弾く位置もだいたい僕がいつも弾くような位置に設定してあります。で、元々のオーディオのデータの方が、結構スライドノイズだったりとかが入ってる感じのフレーズですので、スライドノイズかなり高めにしてあります。で、デタッチノイズもちょっと上げてあります。で、この状態で、モドベースの方にだけ T-Lux のサチュレーター X をかけて少し歪み成分を足してあります。また、エフェクトの方は一切かけてないです。モドベース側の。で、アンプの方も切ってあります。DI のラインの音だけにしてあります。で、すべての、オーディオ、モドベース両方にかかるようにDI フィックスですね。DI のシミュレーターと、プラグインアライアンスさんの、アンペグ SVT3 Pro。こちらをかけてあります。そういう状況で撮ってますので、そこはご了承ください。はい。では次にレガートスライドの方ですね。こちら、レガートスライド。これは、今は、コントロールチェンジの64番、サステインですね。で、入るようになっています。これも、変更することはできますので、自分の好きなものに変えてあげるといいと思います。で、こちらのレガートスライドの方は、先ほどのピッチベンドを使ったスライドと違ってですね、こちらのスライドレンジですね、こちらは関係ありません。ということで、どういうふうにスライドするデータを打ち込むかと言いますと、このように、スタートする音程で上がっていく音程で下がってくる音程ということで3つの音を入れます。で、こちらデータがこのように重なるようにですね。こちらも重なってますよね。重なるように入れます。重ねないとスライドが発動します。また同じ弦ですね。こちら。今4弦を指定しています。同じ弦を弾くように指定しないと、こちらもスライドが発動しませんのでご注意ください。で、CC64 の方は、値がですね、64以下だと、これもスライドが発動しませんので、64以上のデータを入れてください。で、64以上であれば、あとは特に細かい数字は関係ないと思います。で、このスライドするスピードなんですけれども、こちらの方は、ベロシティですね。こちら、ベロシティの値がスライドのスピードと関係します。この辺は、いろいろ試してみて、ちょうどいいものになるように調整する必要があります。ではですね、こちらを使って入れたデータを聞いてみてください。はい。では、2番目のフレーズに行ってみたいと思います。次のフレーズは、フレーズの途中で素早くスライドインするフレーズですね。こういうのがあった場合のそれぞれのシミュレートの仕方です。まずは、ピッチベンドを使った方から行きたいと思います。2番目のフレーズでは、素早く全音スライドアップする部分と、3000音ほどスライドダウンする。この2つをシミュレートしてあります。で、こういう時に
音程ですね。こちらをきちっとピッチベンドの方で入れてあげる必要があります。で、先ほども、ご紹介したんですが、Cubase 11ではこちらですね。半音階ずつですね、このピッチベンドのラインを設定することができます。これ消すとこういう風になくなるんですが、つけてあげるとここで半音階ずつになってますよというのが出ます。で、今ピッチベンド上が1オクターブ上、下が1オクターブ下まで出るようにしてあります。で、こちらスナップをオンにしてあげると、その位置にきちっとデータを入れることができます。で、こちら先ほどのスライドレンジですね。こちらを12にしているので、12動きます。で、もしここのスライドレンジをもっと狭い、全音とかにしている場合は、全開にした時に全音しか上がらなかったりすると思いますので、その辺は合わせるように、してあげてください。では、こちらも音を聞いてみてください。では、先ほどのフレーズをレガートスライドで打ち込む場合はですね、このようにスタートの音と上がる方、スライドアップする方の音、もしくはここスライドダウンする音ですね。これを入れてあげて、同じくデータを重ねてあげると。で、重なってるところでしかスライドが発動しませんので、他のところに、このサステインの値を入れっぱなしでも大丈夫です。ただし途中でハンマリングを入れたりプリングを入れたりと、また別のキースイッチを使ったりして、重ねなければいけないところなどが出た場合は、その都度このサステインは切ってあげてください。で、あと忘れずに同じ弦を使うように弦指定をしてあげるというところだけ忘れなければ大丈夫だと思います。ではこちらの方でシミュレートした場合も聞いてみてください。はい。では、3番目のフレーズですね。こちらは、しっかりと音符として長さがあって、かつスライドしていくというフレーズになります。で、こちらの方は、まずピッチベンドの方ですね。で、入れていく場合、これも音程がありますので、半音階のスライド、全音階のスライド、およびスライドダウンですね。で、カーブを描くこともできますので、こういう風にカーブを描いて滑らかにスライドしていくということもできます。ではこちらも音を聞いてみてください。はい。では3番目のフレーズをレガートスライドで入れる場合ですね。これも今までと同じで、スライドアップの場合は始まりの音と上がる音。スライドダウンの場合も始まりの音と下がる音。こちらがデータが重なるように入れてあげます。で、サステインスイッチを、数字、値ですね。64以上で入れてあげることということですね。で、スライドしか今回は使ってませんので、この場合はもう最初から最後までずっとスライドを入れっぱなしにしています。ですが、ハンマリングやプリングオフなどを使う場合は、その都度このサステインスイッチは切ってあげてください。では、音を聞いてみてください。はい、いかがだったでしょうか。ピッチベンドを使ったスライドとレガートスライドを比べてみました。どちらもですね、打ち込みには若干のコツがいります。ピッチベンドの場合は少しピッチベンドを入るタイミングなんかに気をつけないと、スライドしなくていい音までピッチが変わってしまったりします。また、レガートスライドの方は音を重ねるタイミングだったりとか
ベロシティの強さですね。このあたりでも若干ニュアンスが変わってくると思いますので、それぞれですね、試してみて自分のイメージしたスライドになりやすい方を使ってみてください。ということで今日はこの辺にしたいと思います。よろしければ高評価、チャンネル登録をお願いいたします。少しでも皆さんのお役に立てれば幸いです。では次の動画でお会いしましょう。